日本ありがとう。感動した。負けた後にどう振る舞うか、そこに日本の強さを見た。日本は別の惑星の未来にいるみたいだ。ブラジルやオランダ相手に戦えるチームになるのって簡単なことじゃないからね。ブラジルを最後まで苦しめたし、あのレベルまで日本を持っていった功績は大きいよ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はブラジル戦後に森保監督がサポーターへ涙ながらにお辞儀したことがイタリアで話題になっているので、イタリアサポーターと話していくよ。イタリア単体は珍しい。そうだね。今回はイタリアサポーターのダビデ君とリモートをつないでいるよ。チャオ。チャオ。イタリアでどんなことが話題なの？森保監督が試合後にサポーターへ涙ながらにお辞儀をして、その後退任を感じさせるような言葉を残したことが話題になってるんだよ。他にはブラジル対日本戦の話や次の日本代表監督の話など、日本サッカーについての話でイタリアで盛り上がっているよ。じゃあそのことについてイタリアサポーターが何て言ってるか聞かせて。任せて。確かロッカールームに入っていくときに涙ぐんでお辞儀してたよね。そうなんだよ。それを見て多くのイタリアサポーターが言っていたことは、森保監督が言い訳をしなかったってことなんだよね。言い訳をしなかった。選手たちは全てを出し切った。スタッフも献身的に働いた。でもそれでも足りなかった。悔いはあるけど結果を受け入れるって感じのことを会見で言ってたんだ。しかも応援してくれた人たちに監督として期待に応えられなくて申し訳ないって謝ってた。その後の振る舞いやコメントに注目が集まっていたよ。負けた直後ってどうしても審判とかピッチとか日程とか何かのせいにしたくなるのに、森保はまず自分で受け止めた。これはすごい人だ。品格がある。こういう姿勢は見習うべきだって声が多かったよ。森保監督への好感がすごいね。そうだね。謝る必要なんてない。あなたは十分やったって空気もかなりあったしね。でも森保監督は応援に応えられなかったって思ってたんだね。そこがまた刺さるんだよね。勝った負けたの話だけじゃなくて、負けた後にどう振る舞うか、そこに日本の強さを見たって人が多かったよ。試合の内容や戦術だけじゃなくて人としての部分もイタリアでは見られてたんだ。そう、責任を取ること、敬意を示すこと、逃げないこと、そういう部分にかなり反応してた。でもそこまで驚かれるってことは他の国では違うのかな？そこが大きなポイントなんだよ。普通は負けた後は審判のせい、ピッチのせい、天気のせい、連盟のせい、日程のせい、時間のせいにすることがあるってかなり言われてた。そんなにいろんなもののせいにするの？そういう言い訳文化と比べて森保の姿勢がかなり違って見えたんだと思う。だから森保監督が何も言い訳しなかったことが余計にすごく見えたんだね。そうだね。選手が悪いとか環境が悪いとかじゃなくて、自分が監督として期待に応えられなかったって言った。そこに責任感とか誠実さを感じたって人が多かった。日本は別の惑星の未来にいるみたいだ。別の惑星の未来ってすごい。負けた後にまず責任を引き受ける、サポーターに頭を下げる、応援してくれた人に謝る、そこがすごく日本らしい。責任、敬意、名誉、倫理、そういう価値観に基づいている。日本の礼儀正しさや教育、規律の文化を称える。サッカーの試合なのに文化まで。そうなんだよ。でも今は日本の話をしよう。毎回そういう比較をするのはもういいっていう人もいたけどね。それだけ森保の姿勢が強烈だったってことなんだよね。イタリアでは次の日本代表の監督はどんな人がいいって言われてるのかな？俺は正直森保は辞めなくていいと思う。ダビデ君は続投派なんだ。だって日本をここまで引き上げた監督でしょ。ブラジル相手にあそこまで戦えるチームにした時点でかなり大きな仕事をしてると思う。ブラジルって昔5回優勝してるからね。ただ善戦しただけじゃなくてちゃんと試合になってた。ブラジルを最後まで苦しめたし、あのレベルまで日本を持っていった功績は大きいよ。イタリアでは森保監督は十分期待に応えたって人が多かったんだ。そうだね。森保本人は足りなかったって言ってるけど、見てる側からすると期待以上だったって感じてる人も多かった。本人だけがすごく厳しく見てるって思われてるのかな？多分ね。目標に届かなかった責任を感じてるんだと思う。でもブラジルとあれだけ戦ったなら単純に失敗とは言えないよ。森保監督が辞めたら日本代表にとってもかなり大きい損失なのかな？大きいと思う。代わりを探すのは簡単じゃない。今の日本代表の流れを作った人だから、ここで切れるのはもったいない。日本はもう小さな挑戦者じゃなくてかなり強いチームになってる。その土台を作った監督をブラジルに最後の最後で負けたからって手放すのは痛いと思う。イタリアではそんな感じで見られてるんだね。アジアカップで結果を出せなかったから
この期間を最高だったとは言えない。なんてこと言ってる人もいたんだけど、それを踏まえても森保が日本を成長させたことは否定しにくい。ブラジルやオランダ相手に戦えるチームになるのって簡単なことじゃないからね。海外の人ってアジアカップで優勝できてないことを言う人たまにいるよね。イタリアではアジアカップで勝つことが必要だ。って言われてるよ。ワールドカップで悔しい終わり方をしたら、まずアジアでしっかり結果を出してもう一度強さを示すべき。日本はもうアジアの中でも期待される立場だから、そこを勝ち切ることも大事になる。日本サポーターはアジアカップなんて本気じゃないってよく言ってるの見るけど、でも出てる選手は本気でやってるし、前回は本気メンバーだったんじゃないかな。ワールドカップのことに話を戻すと、日本はベストメンバーでできなかったことが話題だね。久保、三笘、遠藤、南野がいたらどうなっていたか。そのクラスがいないのはかなり大きいよ。特に久保と三笘みたいに違いを作れる選手がいないのはブラジル相手だとかなりきつかった。ブラジルみたいな相手にはどこかで個の力で流れを変える選手が必要になる。そこに久保や三笘がいなかったのは痛い。前回の動画で話題になったこの力、遠藤航選手なんて大会直前での離脱だもんね。遠藤がいれば終盤の中盤の締め方も違ったかもしれない。南野も含めて万全の日本代表だったら違う試合になっていたかもって考えたくなる。逆に怪我人が多い中であれだけ戦ったのはすごいよな。怪我人が多い中でブラジル相手にあの試合を作ったなら、監督として攻めるよりむしろよくやったって考える人が多かったよ。監督は言わないけどこの怪我人数でブラジル戦は厳しいって思ってただろうね。そこもかなり言われてたよ。ブラジルに負けたのは悔しいけど、そもそもこの段階でブラジルを引いたのが不運だった。組み合わせにもう少し運があれば、この日本は普通にベスト8までいけたかもしれなかった。ブラジルに負けたのであって、もっと格下に負けたわけじゃないんだから、そこまで悲観する必要はない。でも勝ってほしかったな。もちろん勝てる可能性もあった。それとこれがまたすごいって言われてたんだけど、周りは怪我人が多かったとかブラジルを引いたのはきつかったとか言ってる。でも森保本人はそれを前面に出して言い訳しなかった。見てる側からすると、いやいや、あなたたちは十分すぎるくらいやったよって言いたくなる。試合もめちゃくちゃ惜しかった。しょうがないで終わらせるには惜しすぎたよ。日本は本当に頭を上げていい試合をした。ブラジル相手にただ耐えて終わったんじゃなくて、勝つかもしれないって空気を作った。だからあと一歩で奇跡だった。怪我人4人いなければその選手を交代で使って攻撃が続けれた。イタリアサポーターなのに日本選手について詳しいんだね。しかもブラジルの方が技術的に上なのは分かってる。それでも日本はブラジルをかなり苦しめた。能力が上の相手に勝てそうな試合をしたのは監督の能力だろう。日本は本当にいいチームだった。ブラジルに95分で負けたのは本当にきついけど、恥じるような負け方じゃない。日本は守備も粘ったし、ブラジルに簡単な試合をさせなかった。ブラジルが勝ったけどブラジルサポーターらも焦ってたと思う。アディショナルタイムでゴール決められた時のブラジルサポーター見てたらそんな感じだよね。日本ありがとう、感動した。っていう言葉も多かったよ。日本は負けたけど見ていた人の心にはかなり残った。負けたのにそんなこと言ってくれることなんてあるんだね。今回の日本がまさにそれ。ブラジルに敗れたけど最後まで戦った姿勢は称賛されてた。ブラジルの技術の方が上だったけど、日本はできる限りのことをした。これ以上を求めるのは難しかった。日本はここ数大会で本当に成長してる。昔ならブラジルをここまで苦しめるなんて考えられなかった。でも今はそれができるチームになってる。日本は頭を下げる必要なんてない。むしろ胸を張っていい試合だった。試合自体のことを言ってる人はいたのかな。いたね。特に悔やまれるのは田中の場面だね。あの時間帯はシンプルに外へ蹴り出していればよかった。綺麗につなぐより終盤は安全第一でよかった。もちろんそれだけで負けたわけじゃない。でも強豪相手だと小さなミスがそのまま敗退につながる。あの一瞬の判断はかなり大きかった。日本では青だけのせいではないって言ってる人もたくさんいるよ。もちろんそう。もう一つ大きかったのはリードしている時間に2点目を取れなかったことだと思う。2-0 にするチャンスがあったのにそこで試合を閉じられなかったのが痛かった。ブラジル相手に1点差を守りきるのはやっぱり難しい。先制した後にもっと攻めるべきだった。ブラジルの守備が不安定に見えた時間もあったから、そこでアグレッシブに行けば違ったかもしれない。ブラジルがそこまで良くない時間にもう一回刺しに行くべきだった。ケイトも試合後インタビューでそんなこと言ってたね。でもそこが難しいところでもあるんだよ。攻めれば裏を取られるリスクがあるし、
守れば押し込まれる。でも結果的には守りに寄りすぎたことで苦しくなった。上田が前で一人になりすぎてた。カウンターに出ようとしても前にサポートが少ないとどうしてもボールが収まらない。せっかく守備で耐えても攻撃に切り替えた時に上田が孤立してなかなか相手を押し返せなかった。守備は頑張ってたけど攻撃までいけなかったんだ。そうだね。ブラジルを苦しめる守備はできていた。でも奪った後にもう少し前へつなげられたら試合の流れは変わったかもしれない。日本はかなりいい試合をしたけど細部のところでブラジルに持っていかれた。日本は崩壊したわけじゃない。でもブラジル相手に勝つにはその細かい部分を全部やりきらないといけない。そこに次の課題が残った試合だった。ブラジル相手にあの守備の網を作ったのはかなり良かったって見る人もいたよ。守備の網？ブラジルがなかなか穴を見つけられないくらい日本の守備はかなり整理されてた。ブラジルに簡単なスペースを与えなかったしカウンターを警戒させるくらいの硬さはあった。ボールを持ってる選手に対して複数人で寄せに行けていた。複数人で行ったから疲れちゃったんだよね。そうなんだよね。65分あたりから日本が完全に前に出られなくなった。全力で守って走って前半からかなり消耗していたからあの落ち込みは避けられなかったんじゃないか。あそこまで体力を使われた結果じゃないか。日本は最後まで走るっていつもなら言われてるんだけどな。ただ交代については結構言われてた。延長を考えすぎてチャンスを作れる中盤の選手を下げたことでカウンターの威力が落ちた。守るだけならまだ耐えられても奪った後に前へ行けないと結局またブラジルの攻撃を受けることになる。そのせいで苦しくなった。ブラジルは攻撃では怖いけど守備では不安定に見えた時間もあったから守って延長や PK を待つよりもう少し前から仕掛けるべきだった。交代で攻撃を強化できる選手がいなかったんだろうね。そこもわかる。久保や三笘みたいに違いを作れる選手がいない中でブラジル相手に真っ向勝負するのは危険すぎる。だから守備的な戦い方自体は現実的だった。で選手交代は仕方ないって見方をしてる人もいたよ。森保監督が続けないなら誰がいいって言われてるの？そこもかなり話されてたよ。イタリアサポーターめっちゃ日本のこと話してる。まず多かったのは日本代表は日本人監督がいいって考え方だね。日本人監督がいいんだ。なんでだろう。やっぱり言葉とメンタリティだね。代表ってクラブと違って時間が少ないし選手との関係、国との関係、チームの空気を作るのがかなり難しいから日本の感覚を分かってる監督の方がいいっていう考えだね。監督はサッカーの戦術だけじゃないんだ。そこは本当にそう。日本代表には日本のサッカーが積み上げてきた流れがあるからそれを急に切らない方がいい。もし森保が残らないなら次も日本人でしかも似た方向性を持ってる監督がいい。具体的な名前は出てるのかな？出てたよ。次の日本は大岩剛しかないって言ってる人がいたよ。他には鬼木徹はどうかなって聞いてる人もいたね。誰？監督としてフロンターレで4回のリーグ戦優勝、アントラーズで1回の優勝してる現アントラーズ監督の鬼木徹監督だよ。それはすごい。でも次は外国人監督を強く望むって声もあるね。今の森保の戦い方はもったいない。特に守備的すぎる形から変えたい。イタリアサポーターはどんな名前を出してるの？ファンハール、ビエルサ、コンテ、アンチェロッティって感じの名前が出てたよ。給料が高いと雇えない現実があるみたい。ただ外国人監督の話になるとザッケローニの話も出てた。日本代表はザッケローニでアジアカップを勝ったから外国人監督がダメとは言い切れない。日本人じゃないと無理ってわけでもないんだね。だから意見は割れてる。日本人監督で流れを守るべきだって考え方と外国人監督で新しい刺激を入れるべきだって考え方がある。森保が作ったチームはもう弱い日本じゃないブラジルを苦しめるところまで来た。だから次の監督はただチームをまとめるだけじゃなくてその先に進めないといけない。名前だけで決めるより日本が積み上げてきたものをどう引き継ぐかが大事。日本人でも外国人でもどっちにもいいところはある。ただ今の日本代表は方向性を間違えるとかなりもったいないことになる。だからこそ次の監督選びは本当に重要。外国人監督なら一気に強くなる可能性もあるけど崩壊する可能性もある。日本人監督なら大きく跳ねることはないけど大失敗することも少ないって言ってる人たちもいたね。ハイリスクハイリターンカローリスクローリターンって感じなんだね。日本の未来は明るいから慎重に行ってほしい。日本はまだ足りない部分があるけど進んでいる方向は間違ってないって声が多いんだ。足りない部分って何？やっぱり一番はノックアウトステージで勝ち切る力。日本はグループステージでは強さを見せられるけどノックアウトの一発勝負で最後に上へ行くにはもう一段階必要。あと一歩で届きそうなのに
最後のところで届かない。その壁を越えるには才能だけじゃなくて勝ち切る経験とかフィジカル面も含めた強さが欲しい。日本はこの10年で大きく伸びた。今の成長スピードなら本当にワールドカップ優勝を狙える。優勝？ただすぐにって話じゃなくて、長い目で見ればって感じだね。育成や投資の成果がこれから出てくるかもしれないから期待できる。リオンくんとか狂犬ちゃんとかね。ひなが好きな市原リオン選手と塩貝健人選手ね。でもイタリアサポーターが日本の次の監督とか日本の未来まで話してるなんて不思議。それだけ日本が期待される存在になってるんだよ。今回日本はよくやった。でも次はそれだけじゃ足りない。そういう目で見られるチームになってきてる。今の日本にはまだ伸びしろがある。もっと強くなれるし、いつか本当に世界の上の方で戦えるかもしれない。そう思わせるだけのものは見せた。森保は責任を背負った。でも見ていた人たちは日本に失望したわけじゃない。むしろここまで来た日本が次にどこまでいけるのか、そこを見たいんだよ。イタリアではこんなことを話していたよ。本当いろいろ話してたんだね。ダビデくんありがとう。こちらこそ。それじゃあチベリアも。チベリアも。日本代表の次の監督は誰になるんだろう。そこかなり気になるよね。次は9月24日に親善試合があるから2ヶ月以内には何か公式発表はあるはず。私監督なんてさらに知らないけど楽しみ。それにしてもイタリアサポーターも日本サッカーに詳しい人いるんだね。そうだね。じゃあ今回はこれで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんは日本代表の監督誰がいいですか？ぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。